より高速に、より安全に、より省エネルギー、より快適に、高速鉄道世界のトップとしての優位性をさらに拡大する。ちょっと笑っちゃったんですけれど、負債総額6兆元、日本の国鉄末期の5倍、日本笑えた話じゃないんですけれど、騒ぐほどじゃないよ。どうもこんにちは、ドンコメです。今回は最近ニュースでも取り上げられている中国の高速鉄道の話をしたいと思います。報道を見るとですね、時速400キロの高速鉄道が登場するっていう報道が出てて、ちょっとネットがざわついてはいたんですけれども、元をたどればね、中国の人民報かな、日本語版、中国メディアの報道があって、鍵日報っていうのかな、科学の技術って書いて、鍵日報っていう中国メディアが伝えたと、それの引用の形で書いてありました。リンク一応概要欄に載せておくので、気になる方は見ていただけたらと思います。記事をざっくり読んでみましょうか。より高速に。CR450 の試験速度は450キロで、営業速度は400キロに達した。将来、営業運転に投入されれば、さらに時空間の距離を短縮し、旅客の移動がより便利で効率的になる。より安全に。CR450 の試作車は、制動距離、つまりブレーキ距離ですね。ブレーキ距離がより短く、走行安定性がより向上している。営業速度が速くなっても、制動距離はほぼ同等となる。より省エネルギーに。CR450 は車両全体の走行抵抗が 22% 低く、重量が 10% 低減されている。より快適に、車内騒音が2デシベル低く、客室サービススペースが 4% 増えている。CR450 の試作車の正式発表は、CR450 技術革新プロジェクトの重要なブレイクスルーを象徴するもので、中国の鉄道技術イノベーションのレベルと科学技術における事実実況の能力を大きく向上させ、中国の高速鉄道技術における世界のトップとしての優位性をさらに強固にし拡大するものとなる。という記事が12月30日に出ていたんですね。日本で報道されているのはこれを日本語訳したものが中心なのかと思います。なんていうのかな、プロパガンダっていうかもう本当人民向け宣伝みたいなスローガンみたいな感じで書いてあってちょっと笑っちゃったんですけれども、写真なんかも出てるんですけれど、結局ですね、営業運転400キロっていうからもう営業車両が出たのかと思ったんですけれど、まだ試作車段階なんですよね、記事を読むと。試作車っていうとですね、時速400キロ超えの車両っていうのはもう日本でもすでに存在します。遡ると 300X っていう試験車両が JR 東海が作った車両がありましたけれども、試験運転で443キロすでに記録しています。1994年ですね。この時点ですでに中国30年遅れなんですよね、実は。その前の1993年にも JR 東日本の試験車両スター21というのが425キロも達成しています。ですから時速400キロ超えっていうのは試験車での成功ならそんなに日本としては驚くことじゃないんですよね。そうですね。日本だと、それこそ営業運転の400キロ運転を実現するための試験車両も登場してるんですが、それはまた別の機会に紹介したいと思います。中国の高速鉄道の話に戻りまして、2020年、ドンコメが YouTube チャンネルを始めたばっかりぐらいの頃に、これの一世代前の車両 CR400 という車両について取り上げた動画があります。興味ある方は概要欄とあとエンディングの関連動画のところに貼っておきましたので、見ていただけたらと思います。CR400 という車両はですね、これはもうちゃんとした営業車両で、設計速度420キロ、営業速度350キロの車両でした。設計速度と営業速度の違いを簡単に説明しますと、設計速度っていうのは無理すればそこまで出せる速度ってことです。人間で言えば全力疾走ですね。つまりその速度でずーっと走ってると、どっかが壊れたりとか無理してる速度なんですよね。で、一方で営業速度っていうのは通常の運用で使う最高速度っていうことになります。出し続けてても特に問題ない最高速度っていうことになりますね。人間でイメージすれば長距離走での巡航速度みたいなイメージですね。で、今回の CR450 っていうのは、名前からもなんとなくわかるかと思うんですけれど、設計速度が450キロで、
営業速度が400キロということになります。それはまあね、できたらすごいねぐらいには思うんですけれども、多分試験車両止まりになるんじゃないかなっていうのが個人的な印象です。もちろんね、感情論的な部分もあるんですけれども、なるべく理論立てて説明したいと思います。今のところスペック面では詳細不明なので謎が多いのですけれども、突っ込みどころ3点ほどありますかね。まず1つ目は、スペック面から指摘したいと思います。ちょっと矛盾してることあるんじゃないかなと。記事を見ますと、営業速度が速くなっても、制動距離、ブレーキ距離はほぼ同等と書かれています。言うまでもなく、速度が速くなると、止まるまでのブレーキ距離って普通は長くなるものなんですよ。常識的に考えればそうですよね。より速いものを止める時の方がブレーキ距離は長くなるというわけです。現在の中国の高速鉄道は最高速度350キロで運転している路線がありますから、50キロのスピードアップですね。で、時速400キロってどのぐらい速いかというと、秒速に直すとだいたい111メーターぐらいなんですよね。1秒間で111メーター進んじゃう。そのぐらいの世界です。1秒ブレーキが遅れたら100メートル以上ずれちゃうわけですね。日本の基準ですけれど、通常のブレーキの減速速度っていうのは、だいたい3.5 キロ毎秒、つまり1秒間で3.5キロ減るような、そのぐらいの減速度が通常ブレーキ減速度ですね。3.5 でも結構高めなんですけれども、それぐらいが乗ってる人が不快に感じないブレーキの限界だと言われています。で、例えば400キロから350キロまで3.5 キロ毎秒の減速度でブレーキをかけただけでも50キロ落とすだけですよ。計算上約15秒1500メートルぐらいが必要となります。トップスピードから、現在のトップスピードまで下げるだけでも1.5 キロ必要なんですよ。記事が言っていることが正しいとすると、その後350キロから停止するまでのブレーキ距離を1500メーター短くできたっていうことになりますよね。だってそうですよね。400キロに上げても350キロの時と同じぐらいの制動距離、ブレーキ距離で止められるようになったって書いてあることになりますから。で、これをちょっと計算してみましょう。400キロで3.5 キロ毎秒の減速度で停止した場合、普通に考えれば6348メートルが必要になるという計算結果が出ました。350キロの場合は4861メートルで、だいたい1500メートル増えるはずですね。本来であれば。ところが、400キロで同じ制動距離だった場合、マイナス4.58キロ毎秒は必要です。日本の電車だと、マイナス4あるだけでももう、非常ブレーキの領域ですね。で、マイナス5を出せる車両なくはないんですけれど、調べた限りだと、阪神の5000系電車、ジェットカー、あれのフルブレーキより強いレベルか、路面電車の急停車レベルですね。体験したことある人ならわかるかと思うんですけれども、相当な急ブレーキです。広電で、非常ブレーキがマイナス6っていう、ドン引きレベルの非常ブレーキ積んでる車両もあったんですけれど、不可能ではないのかなとは思います。とは言ってもね、相当乗り心地悪いですよ、これ。釣り革掴んでても吹っ飛ばされるぐらいの、なかなか強烈なブレーキだと思います。それを高速鉄道レベルでやろうとしてるっていうことは、これシートベルト必須になるのかなっていう。そんなことを考えてしまいますね。というわけで、スペック面で、本当にそんなんできんのっていう、できんのっていうか、やっちゃうのっていうようなスペックだなという、そういう疑問があるわけです。続いて、二つ目の疑問としては、電力ですね。新幹線もそうなんですけれども、高速鉄道っていうのは運転中ほとんど加速しっぱなしになります。120キロ未満のいわゆる在来線みたいな鉄道の場合は加速したらその勢いを使って走ってブレーキかけて止まるっていうのが基本の運転なんですけれど、200キロ300キロになるともう速すぎちゃって走ってるだけでも風の抵抗を受けてほっといたらどんどん速度が下がってしまうっていうことです。ですから新幹線とか高速鉄道の運転っていうのは加速をずーっと続けていて、制限速度に合わせて加速度を調整するっていう運転になります。ブレーキかけて速度を下げるっていうよりも加速の度合いを変えて速度を調節するっていうそういう運転になります。ということなんですけれども、モーターには走行中は延々と電力を流し続けてる。そういう状態になります。時速350キロから400キロに上がるわけですから、モーター出力もさらに上げてくるんじゃないかと思います。なお、先ほど紹介した CR400 の場合は、
モーター一つあたり 650kW ということでした。これかなり強烈なんですよね。当時調べた限りだと、日本だと電気機関車が積んでるレベルでしたね。EF66 だったかな。それが確か、直流モーターですけれど、650kW でした。CR400、すでに走ってる 350km の営業運転の車両の場合は、8両編成だったかな。4M4T で1編成あたり1400kW ほどでした。実際の運用だと16両とか、あともう1両特別車かなんか積んで17両運転をしていることがあるらしくて、計算上1編成あたり 2800kW になるんですけれど、なんでかわかんないけど、ウィキだと 19164kW になってました。計算しやすいように 20,000kW と仮に仮定しましょう。350キロ運転でそれだけの出力が必要でした。例えばですけど、日本の320キロ運転している E5 系、E6 系、この17両編成で編成出力がだいたい 15,600kW でした。ということを考えると、350キロ運転している CR400 で、だいたい20,000kW ですから、30キロアップするために、だいたい 4400kW ぐらい必要なのかなっていう、そういう計算になります。ということは、さらに50キロ増やすんだったら、9000kW ぐらい必要になるのかなと。だいたい要求スペックは30,000kW ぐらいの車両じゃないと CR450 は400キロ運転ができないんじゃないかなという気がします。CR400 の場合は MT 比が1対1でモーターを積んでない車両もあることになりますから、例えば CR400 を全 M にした場合、全部の車両にモーターを積んだ場合、理屈上だと16両で 41,600kW ぐらいまでは伸ばせられると考えられます。30,000kW 出せればいいので、12M でも十分31,200kW ぐらいになるんで、確かに不可能ではないかなという気がします。とは言っても、単純に考えて消費電力1.5 倍になりますよね。20,000kW から30,000kW に上げなきゃいけないんで。ただ記事の中ではですね、重量が 10% 低減と書いてあるので、モーター積み増ししたとなると、重量が減るっていうのはちょっと不自然ですよね。ただ出力に関して特に言及がなかったので、実際のところはわからないんですけれども、例えばですけど、モーターの出力を 25% 落として、約 490kW まで落としたとしましょう。出力が小さいモーターになれば多少軽くなるとは思うので、それでモーターの数が増えても重量が 10% 低下したっていうのはあり得るかもしれません。これで重力量すべてがモーターを積んだと仮定すると、だいたい 31,360kW になります。これなら確かにできなくもないかなっていう気はしますよね。とは言っても、消費する電力が 20,000kW から 30,000kW ぐらいに 1.5 倍になることには変わらないと思います。ここでですね、中国の電力事情について考えたいと思います。中国は、遠慮なく言えば、慢性的な電力不足の国です。普通に考えてね、日本と比べたら10倍以上の人が住んでるわけで、消費電力が10倍以上だから発電能力も10倍以上、それ以上必要ですよね。覚えてる方もいるかもしれないんですけれど、2021年に北京や上海などで計画停電が行われたことがあったんですよね。この時の原因っていうのは石炭価格の高騰でした。計画停電っていうと日本だと2011年の東日本大震災の時に起きた計画停電を覚えてるかと思うんですけれど、日本の場合はそういう大震災っていう特別な出来事があったから発電所が被害を受けて計画停電しざるを得ないっていう状況になったわけなんですけれども、中国の場合は震災とかそういう災害、特別なことが起きてない時にそのような計画停電をしないといけなくなるような電力が不足していると言えるんじゃないかと思います。その理由の一つとしてはまず発電所不足が挙げられますよね。中国の電力の主力は火力発電所なわけですけれども、その運転には石炭などの燃料が必要となります。中国の国内にも炭鉱ってあるんですけれども、生産能力とか価格面でどうやら輸入頼りな状況らしいです。これはあんま日本も笑えた話ではないんですけれども、これを補うためにネット界隈では有名な三峡ダムとか白鶴灘とか、ああいう巨大水力発電所を作ったりしているんですけれども、これはこれでね、下流地域の洪水を引き起こす原因になっているとか言われたり、あと、やはり何個も何個も無限に作れるわけじゃないですよね。水力発電所って。
ある程度作れる限界っていうものがあります。原子力発電所も稼働しているところもありますし、建設中のものもたくさんあるんですけれども、調べてみたら2022年のデータにおいても、中国の発電量の割合の中で原子力発電たった 2.2% なんですよね。足りてないんですよね。太陽光電すら 15% ぐらいある。どんだけ電力足りないねんって感じで。このような状況で、現行車両の 1.5 倍の消費電力になるであろう車両、追加投入できる電力的余裕が果たしてあるのかなっていう疑問があるわけですね。で、最後にもう一つの問題は採算性ですね。中国高速鉄道っていうのは運営が赤字続きというのは皆さん知ってるかと思うんですけれども、2023年度の決算が4年ぶりの黒字だったっていう記事があったんですよね。中国国家鉄道集団だったかな。ただですね、負債総額が6兆元以上、記事の当時のレートで日本円でだいたい125兆円規模の負債だそうです。凄まじいですよね。日本の国鉄債務超過で破綻したというか、分割民営化につながった国鉄でさえですね、最終的な長期債務っていうのは25兆円でした。中国は今の段階で125兆円規模。当時とは貨幣価値が違うとは思うんですけれども、現時点ですでに日本の国鉄末期の5倍ぐらいの長期債務があるんですよ。一企業で。はーって感じですよね。日本の場合も、笑えた話じゃないんですけど、国鉄の長期債務もまだ15兆円ぐらい残ってるんですよ。知ってました皆さん。タバコ税とかも結局は国鉄の債務返済に使われてるんですよ。最近タバコ高いなと思ったら国鉄を選んでくださいね。で、中国の場合どうなのよという話になりますよね。正直これ以上深く考えたくないですね。全く。というわけでですね、中国の最新試験車両とあえて呼ばせていただきますけど、CR450、性能面、電力面、採算性。3つの角度から考えても、400キロ運転の高速ですと、現時点ではその後急速に続報がなくなるパターンなのかなと感じています。前もね、リニアモーターカーの新型車両ができたって言って、あれからすっかり続報ないですよね。去年そんな話があったかと思いますけど。騒ぐほどじゃないよっていうのが個人的な印象です。実際に400キロ運転始めるとしても、それはまだ何年か先の話になるんじゃないかなと思います。その日が来るといいねとは思いますけれども、冷静に考えて現時点ではそこまで騒ぐような状況ではないよということを皆様にお伝えしたいと思います。この動画が良かったら、いいね、高評価、チャンネル登録、またベルマーク通知ボタンも押していただけると嬉しいです。最新の動画が投稿された時に通知が届きますので、ベルマークも一緒に押していただけると嬉しいです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ご視聴いただきありがとうございました。